どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回は次なるですね、iPhone 15についてお話ししたいかなと思います。そうなんですよ。4月なんですけども、今の時点でね、次の iPhone 15、15 Pro も含めて、リークがたくさん出てきております。こんな風になるんじゃないかっていうね、噂なんですけども、いくつか興味深い機能もありました。気になるね、発売時期とか、特にやっぱデザインとかですね、変わるんじゃないかって言われてるので、USB-C とかどうなるのか、そこら辺も含めまして、皆さんと一緒にどういったね、機能が搭載されるのか、わかりやすくね、見ていきたいかなと思います。解説しながら。まだチャンネル登録してない方ですね、こういった動画見逃したくないよっていう方はぜひチャンネル登録お願いいたします。あと通知ベルもお願いいたします。まずはですね、今現在の、iPhone なんですけど、iPhone 今14が最新モデルになってまして、大きく2つ分かれてる。4つのモデルがあるんですけども、iPhone 14安い廉価版のモデル iPhone 14と iPhone 14 Plus っていうね、画面の大きいものと、そしてプロモデルの iPhone 14 Pro と14 Pro Max、本当に画面の大きさの違いだけですね。で、大きな違いは、このカメラと、ディスプレイ、この2つ、プロとプロモデルじゃないものの違いですけども、カメラとディスプレイ。14 Pro の方でですね、4800万画素のカメラ、高画質なカメラ搭載されたりとか、ダイナミックアイランドっていうですね、ノッチみたいなのがね、なくなったんで、画面がこう生き物みたいに動いたりするんですよね。これ地味に便利なんですけど、今現在 iPhone 14 Pro 使ってまして、金がね、満足かなと思います。本体自体の質感も良かったりしますし、カメラもね、やっぱり綺麗ですね。画像はいつも Twitter でね、上げてるものは、基本 iPhone 14 Pro で撮ってるんですけど、一個気になる点で言えば、やっぱりバッテリーが、ちょっと不安が残るかなっていうね、やっぱ常時表示ディスプレイっていうね、画面をずっと、見える状態にしておくと、バッテリーの減りが早いというところ。ここに関しては、詳しくはレビュー動画で話してますので、そちらをね、参考にしてもらえればと思うんですが、で今半年レビューも、こちらも MacBook と同様に準備してますので、お待ちください。またこれね、話すと長くなっちゃうと思うんで、あとアクセサリー類とかのね、動画も結構好評なので、いろんな便利なね、マグセーフアクセサリー、磁石でくっつくもの、ぜひさらにね、iPhone をね、今日から便利に使えますので、見てもらえばいいかなというところなんですが、では、じゃあ iPhone 15ですね、本題の、じゃあ次どんな感じになるのかっていうね、気になりますよね。もちろん僕が一番気になってるんですけども、ということで見ていきましょう。まずは気になるデザインなんですけども、基本的には一緒かなと思います。その結論から言えば。ですが、ただここ数年だと一番大きい変化になるのかなっていう気はしております。で、一応 9to5Mac ですね、持ってきたんですが、CAD データっていう元に作った画像がありまして、CAD データっていうのが、いわゆるその設計図なんですけども、それを元に、おそらく iPhone 15か、15 Pro と見られるものから、実際作ったと。大体 iPhone はですね、2年ごとに、モデルチェンジっていう形で、デザインが変わってきているので、大きいデザインの変更を行えることが多いんですよね。で、iPhone 12で、結構大きく変わったので、そろそろ14で変わるんじゃない、14、15ぐらいで変わるんじゃないかなって話あるんですが、15はちょっとこう丸みを帯びたようなね、デザインになるんじゃないかと言われております。15の予想画像なんですけども、特徴はこの側面が結構やっぱ丸くなってるっていうのと、画面ですね、iPhone 14 Pro のようなこのダイナミックアイランド、iPhone 14では採用されなかったんですけど、iPhone 15に採用されるんじゃないかと言われてますが、正直ここはどうなのかなっていう僕も半信半疑な感じはあるんですが、ということで iPhone 15、プラスの方にも搭載されるようです。出元としてはデータのね、Apple が一応アクセサリーメーカーに提供した CAD データが元になってるというところで、発売前に多分ケースメーカーとかに渡してるんじゃないかなと思うんですけども、本当に一部だと思うんですが、かなりその全体的にね、丸いデザインになるんで、持ちやすそうですけどね。なので昔の iPhone 5C っていうね、あったのを覚えてる方、覚えてますかね。そのイメージに近いのかなっていう。5C に関してはチャッチすぎてですね、安っぽい感じだったんで、全然売れなかったモデルではあるんですが、これはこれで可愛いんですけど、iPhone 15と15 Pro の比較になるんですが、カメラは基本的に一緒ですかね。で、ライダーセンサーとかもプロモデルのみなのかなと。ちっちゃい点ね。ライダーセンサーちょっと後で説明しますけど、注目ポイントがですね、我らの USB-C ポートの搭載。そこのデータだと思うんですけども、どうやら両モデルともにようやくライトニングから解放される、呪いからね、解放されるんじゃないかなと思います。解き放たれそう。というのはさすがにこの EU のね、法案っていうのが通ってますので、終わりだアップルよっていうね、さすがにっていうところですが、で、後でちょっとサイズ感とかはね、詳しく見るんですけども、カメラの出っ張りとかはね、これ見た感じ、プロモデルはかなりでかくすごい、出っ張ってますね。
ただその望遠性能をアップするっていう話はありますんで、噂あるんで、カメラの巨大化を避けるっていうのは厳しいような気がしてます。ここは賛否両論ね、ありますけど、さらにこの iPhone、15 Pro、Pro Max か、もしかしたら15 Ultra とかなるのかもわかんないですけど、デザインとサイズの詳細がですね、アイスユニバース氏から画像が出てきております。iPhone 15 Pro Max の画像なのかな、これは。15 Ultra の CAD ベースのレンダリング画像で、14 Pro Max とかも比較してる、これ画像。これ実際ツイートなんですけども、で、iPhone 15 Pro もこう丸みを帯びたデザインかなっていうところで、ここも15と同じ。画面のこの黒い縁ですね。いわゆるそのベゼルっていうところが、結構かなり薄くなって、さらにこうスッキリするような印象があります。で、カメラとか背面はどうですか？見た感じ同じかなっていう気はするんですけども、どうやら今回から15から、今までそのアルミニウムっていうのが使われてたんですが、チタニウムに変わると言われておりまして、アルミは割とキラキラしてて高級感ある見た目とかはあるんですが、ちょっとギラついてるっていうね、悪く言えば重量重さとかはちょっと重かったりとかですね、割と傷つきやすいんですよね、素材的に。アプローチでね、採用されてはいるチタニウムが iPhone にも使われるんじゃないかと。傷つきづらいっていうのと、重量がやっぱ軽いっていうね特徴がありますので、頑丈で軽い。iPhone 結構ね今重いんで、本当にプロモデルは特になんで、強消しされるので、割とどうですかね、アルミよりはアルミニウムより落ち着いた感じになるんじゃないかなと思います。で、これ14 Pro Max と15 Pro Max の比較がありまして、すごいですよね。もうなんか本物みたいなんだけど、カメラねやっぱ出っ張りですよね。この14 Pro でも割と出っ張ってんじゃないかなと思ってはいたんですが、さらに出っ張りがありそうで、なんかこんな建物ありそうだよなと思ったぐらいですね。なんか新宿とかにありそうだけど、で横幅がただですね少し狭くなっているので、15 Pro Max ですけど、この画像では多少なので持ちやすいのかなっていう感じはありますけどね。ただ厚みはちょっと増えてます。カメラも大きくはなってるので、重さがちょっと気になるかなっていう。重量に関してはねこれ書いてなかったんですけども、ごつくなるんじゃないかなっていう気はしますね。ただチタニウム使われたらどうですかね、ちょっと軽くなるかも、ほぼ同じぐらいの重さなのかもしれないですが、縦幅は少し短くはなっております。あとSIM カードスロットですねないのが、個人的にちょっと気になったんですけど、どうやらなくなるっていう噂もあるので、現在今北米版アメリカ版の iPhone ってもうないんですけど、 SIM カードを入れるところが、eSIM っていうものしか使えないなってるので、もしかしたらどうですかね、なくなる可能性も、地域におそらく徐々に増えてくるんじゃないかなと思います。ただそのうちなくなると思います。デザインのね変更点でございました。あくまでその噂段階ではあるので、不運ぐらいで思っといていいとは思うんですけども、おそらくでもこんな感じになるんじゃないかなと思いますね。ということで皆さんいかがでしょう。この iPhone 15、15 Pro のデザインどう思いましたか？コメントねいただければなと思います。ここが良かったとかここがダメだとかね、気軽にコメントいただければなと思います。質問とかね。でこっからちょっとその進化点を今見たところも含めてまとめていきたいと思うんですけど、5つぐらいかな。コメとしてはもうディスプレイですね。さっきから見ていただいた通り、ダイナミックアイランド iPhone 15への搭載があるんじゃないかというところをですね、大きいところで僕は正直半信半疑ですが、中国のサイトの方からいくつか iPhone 15と15 Pro のフロントガラスと見られるもののリークが出てまして、これどっかでウェイボなのかな、それを元にこのシュリンプアップルプロ方から出てきております。 iPhone 15シリーズのフロントガラスの、これ動画なんですけども、その信憑性を確認することができましたみたいなね、It's real って書いてあるんだけど、本当なんかな。この動画から実際分かることとすれば、かなりそのベゼルですね、薄さ米としては、ダイナミックアイランドですね、 iPhone 15の搭載はあるんじゃないかなっていうところで、おそらく15 Pro と15のモデルなのかな、この大きさ的にサイズ的に。そのダイナミックアイランド搭載と、画面のこの黒い縁のベゼルですよね、薄型化、これ画像をよく見ると分かるんですけども、おそらくこの太い方が iPhone 15で、ベゼルがちょっと厚さで、左の多分2つは15 Pro と Pro Max なのかな。あと黒い周りの縁が薄いのが分かりますかね。本物なのか分かんないけど、CAD 画像をねさっき見てもらった中でも、ベゼルのやっぱ薄さっていうのはやっぱ今のモデルよりは感じたので、おそらく史上最薄ぐらいのね形にはなるんじゃないかなと思いますね。ただ残念な点で言うと iPhone 15、安いモデルの方に 120Hz のプロモーションディスプレイの搭載はないだろうと言われております。で一応15 Pro ですね、14 Pro モデル今そうなんですけど、こう滑らかにね画面が見える
120Hz なんでリフレッシュレートって言われるもので、1秒間にこう120回書き換わってるんです。安いモデルの方は 60Hz 半分なんで書き換わる回数がちょっとこうカクついたように見えます。比べるとね。ただ最近出てきた記事ではなんか2025年にね搭載されるんじゃないかっていう、ディスプレイのこの専門家ロスヤング氏っていうね方のツイートだと、なんか2025年には 120Hz さすがに搭載するんじゃないか。最近のどうですかね、iPhone よりちょっと安い価格帯の Android とかも結構載ってたりするんで、コスト的にも落ちてきてると思いますし、なんかこう2027年までねこうどうなっていくかみたいな画像のパターンもありましたけども、なんかもう点になっていくのか、おそらくそのうち画面内に Face ID とかねカメラが埋め込まれるんじゃないかっていうね、これも少し先の話ですけども、実際 Xiaomi とかありますんで、カメラがインカメラが画面の中にもう埋め込まれてしまってる。すごいですよね、そこら辺の技術は。続いて2つ目としてはライダーセンサーの進化ですね。そもそもそのライダーセンサーってなんだよっていうね方も多いと思うんですが、おそらく iPhone ユーザーの 99% ぐらいは使ってないんじゃないかっていう、よく見るとねこのカメラの横にですね、これプロモデルだけですけど黒い線が右下かなのライダーセンサーっていうのがついてまして、これですよ。これ何かって言いますと、レーザーを出せるのかな、光がここからビューってね出せることできて、一番分かりやすいので言うと iPhone でこう定規みたいに測れる機能があるんですけども、ここら辺もライダーセンサーの恩恵で、光が出すことによって物体とのその距離を測れる。光の反射を、光を出してこう戻ってくる時間とかで距離を測ってるらしいんですよね、このライダーセンサー。写真だと普通その、平面だと思うんですが、奥行きの距離が測れるんですよ。奥行きの記録ができる。簡単にそう 3D のマッピングみたいなのマッピングができるんですが、 iPhone でこれスキャンするだけで、例えば僕の場合だとこのスキャンユニバースっていうねアプリでやってみたやつなんですが、ただ僕の場合下手すぎてなんかあんま綺麗じゃないんですが、ちゃんと綺麗にやるとかなりリアルに部屋のね、特に引っ越しとかさ、ちょっと内見して部屋の中の映像を見たりとか、しっかりこうぐるーって iPhone でこう回しながらこうやっていくだけなんですが、このなんか測りとか、測定も綺麗にできたりとかですね、フィルターしたりとか、本当に写真を編集するかのように 3D の映像でこう作れたりするんですよね。これが iPhone で簡単にできます。こんな丸 F とかですかね、こう映したりしましたけど、しっかりこう裏側も見えたりとかするんで、今回からソニーのセンサーが使われるっていう噂があって、おそらく変わるところで言うとその正確性の向上ですよね。消費電力を抑えるように Apple から言われていると話もありますので、ただここら辺はやっぱり AR とかね、これから VR とかそこら辺、ヘッドセット出す噂とかありますけども、そことやっぱり関係してくるところなので、しっかりと性能を上げていった方がいいんじゃないかなっていうところはありますね。ヘッドセットとの活用があるんで、これも注目したいかなと思っております。どう iPhone とね組み合わせてくるのか余談なんですけど、最近使ってるこの iPhone ケースがですね、以前もちょっと紹介した純正にねかなり近いというか、質感がめっちゃしっかりしててこう安心感があって、今普通にこのまま使ってるんですけども、でこのシリコンケースねあるんですが、マグセーフに対応してるものは意外と少なくて、磁石でこうくっつけてですね使えるタイプ意外となくて、一回前の動画で紹介したものもあるんですが、それよりちょっとお値段上がるんですが、こっちの方が質感がさらにいいんで、もう本当にアップルの純正ケースに近い、ちょっとこっちの方が薄くて多分質感もいいですね。これがケースなんですけど、実際これなんか緑なのかな、割と質感も良くてですね、中にもファブリック素材も使われてますし、磁石もしっかりつきます。でこの今使ってるですねリング、ピタカっていうねブランドのものなんですが、これがめちゃめちゃ良くてですね、今メインでこんな形で使ってます。かなりここがね、このリングの付け根のところ、これが取り出しやすいっていうポイント、取り出しやすいっていうのと、質感ももちろんいいんですが、このリングのね付け根のところ結構ね強いんですよ。なのでこれ長期間使ってくると結構緩くなったりとかあるんですが、スタンドにこうしたりもできるし、角度調節もやりやすいのでめちゃめちゃおすすめでございます。これはこれでまた別の動画で紹介しようと思いますんで、気になる方はちょっと概要欄から覗いてみてください。めちゃめちゃおすすめです。ということで次 Wi-Fi 6E への対応おそらくあるんじゃないかなと思っております。新機能で言うと字面としては Wi-Fi6、最新、載ってると思うんですが E がつくだけなんだけども、これ結構大きな違いがありまして、 Wi-Fi6E っていうのが Wi-Fi 周波数っていうのがあって 2.4GHz と 5GB、 Wi-Fi 多分つなぐ時にね 2.4 とか 5G とか書いてある、あれ 5G じゃなくて周波数帯のね話なんですけども、 5G じゃないです、あれは Wi-Fi のやつは。で Wi-Fi6E っていうのは新たにその 6GHz っていうねまた別の少し高いですね周波数帯のものに通信できるので、いわゆる電波
障害っていうのを避けて通信できるんですよね。高速道路とかで例えられるんですけども、やっぱり同じところにみんなねいるとこう混雑してきちゃうので、この Mac もですね最近新しいモデル Wi-Fi 6E 対応しましたので、おそらく iPhone 一応 Apple のまだフラグシップというか一番ね売れてるプロダクト製品になるので、そこが対応しないってことはおそらくないんじゃないかなと思うんで、最新の技術を載せてくるはずなんで来るんじゃないかなと思います。容量が割とあるものを例えばじゃあ転送するっていう時に、Wi-Fi の通信速度って非常に大事になってくるというか、エアドロップとかね送る時に大事になってくると思うんで対応するんじゃないかな。ただ注意点としては、この Wi-Fi 6E 使うには Wi-Fi ルーターも Wi-Fi 6E にね対応したものを使わないといけないんで、使う、iPhone と Wi-Fi ルーターが対応してるっていうのが条件になりますので、そこが注意点かな。ただ結構早いんで、気になる方は調べてみてください。 iPhone 15ボタンがなくなりそうです。はい。ってボタンないのどうやって押すの？もちろん本当にボタンがなくなるわけじゃなくて、物理的なボタンがなくなるんじゃないかと言われております。ボリュームボタンとか、電源ボタンとかあると思うんですけど、こちらが感圧式っていうねものになるんじゃないかと言われておりまして、 iPhone7 からですねホームボタンが変わったのどうですかね？覚えてます？ iPhone8 ぐらいねまだ使ってる方いらっしゃると思うんですけど、なんかボタンをチカチってね反応を返してくれる、そういったものに、あれ物理的にもちろんへこみボタンがカチッってなってるんじゃなくて、押す時に反応を返してくれることでボタンを押してる感覚をフィードバックしてるっていうところなんで、これタプティックエンジンっていうものが入ってて、そいつが要するに押した時の感覚をグッてねビビビって出してくれる。 Mac とかもね入ってるんですけど、トラックパッドとかもなんで電源消すとトラックパッドが何も反応しないんですよ、押しても。それが単式のボタンに側面ボタンもなるんじゃないかっていうね言われてまして、この音量ボタンがですねどうやらなんか2つの方法が今試されてるみたいで、押す力のその加減で、例えばじゃあ強く押したら音量が上がるとか、わかんないけど弱くしたらとか、これちょっとどうやってやるのかわかんないですけど、音量を調節するパターンと、あと指でスワイプして音量を調節、おそらく多分側面をヒュッて上に上げたら例えば音量が上がるとか、下げたら、音量が下がるとか、これ地味にちょっと便利そうですけども、この2つの種類をですね搭載を今考えてるみたいなんですけども、実際 AirPods Pro とかも第2世代のやつですね、上にキュッて上げて音量上げたり下げたりするっていう機能があるんで、あれ地味に便利なんですよね。やっぱメリットとしては防水性能が上がったりとか、ボタン経年劣化でね壊れたりしちゃうんで、ゴミがやっぱ入りやすくなったりするんで、そういったところのメリットはあるんじゃないかな。ちょっと価格が気になりますけど、懸念されるところとしては、鑑識のボタンっていうのは電源がオンになってないと基本動かないんで、電池で動くもんなんで、ついてはなんか新しいね低消費電力チップみたいなのを入れることで、例えば充電が切れた時になんか Suica が使えたりとか、 Apple Pay とかですね、たまに電車乗ってて途中で iPhone の電池切れちゃったとかあっても、最近動くんですけども、 iPhone のバッテリーが切れた時でも多少は動くようになる仕様になるんじゃないかと言われてます。どうかでも電池切れたら買う機会ないような気もしますけど、あとはこのボタンレス化と同様にサイレントスイッチ、この横にあるマナーモードオンオフみたいな切り替えられるのあるじゃないですか。ここら辺がどうやらショートカット、アプローチウルトラにも入ってるですねアクションボタンっていうのが同じようなものが搭載されるんじゃないかと言われてまして、ボタンカチってこれ例えば押すと自分がやってた使うアプリとかが例えばカチッと押したらYouTube が立ち上がるとか、そういったものが今テストされてるんじゃないかと言われてまして、今背面タップとかありますけど、これ設定するとパパってやるとなんか例えばスクリーンショット撮れたりとか、そういったものがもしかしたら搭載されるんじゃない。これ結構便利そうですけどね。アプローチウルトラもピュッて押したらさね、なんか自分の好きなアプリ立ち上げれたりするんで、デザインとしてはなんかその電源ボタンがね、割と一体化になってるようになったりとかですね、このどうだね電源ボタンの配置がなんか微妙に変わったりするかもしれないですね。なんでおそらく今のケースとかは使えない、13から14でもそうだったんですけど、13 Pro から14 Pro のケースとかカメラとかねサイズとかもでかくなってなんかはまらなかったりするんで、そこら辺問題はあるかなと思います。ケースの互換性はなさそう楽しみですね。その新機能的には楽しみではあります。最後あとはね、やっぱ一番これですね、 USB-C の搭載でしょう。今更かっていう感じもあるけど、 iPhone に搭載するだけでねこんな話題になるってね、なかなか面白いですよね。ライトニングの呪いがそろそろ解かれるんじゃないかっていうね、さっき言ったその EU ですね、ヨーロッパ連合、ヨーロッパ国々で、販売する際にスマートフォンを含む多くのデバイスに搭載する端子ですね、充電の端子はもう USB-C じゃないとダメですよ。 Apple とかも例外じゃない。全部の企業に対して USB-C に統一しますっていうね、つまり USB-C じゃないともうヨーロッパで売る権利ないですよっていうこと、環境の面とか言ってますけども、これはただ Apple を結構狙い撃ちしてる法律とも言われております。Apple 幹部の方もこの統一化についてねコメント、なんかインタビューで答えてたところで言うと、もうこれ明らかに法律なんでもう遵守しないといけないというふうに
コメントもしてたりしてるんで、USB-C を搭載した iPhone が出ること自体は確定的かなと思います。ただその EU の法改正に関しては、猶予期間っていうのがありまして、対象としては2024年の12月かな、28日かとかだったと思うんですね。機種が対象なんで、言えば iPhone16 までかな、今年と来年までは、搭載しなくても大丈夫なんですよね、法律的にはギリギリなので、ライトニングの搭載を継続することももちろんできます。しかしながら1年前倒しで搭載するんじゃないかと言われております。ただここで問題になっているのが、この MFI 認証制度を USB-C にもこれ入れるんじゃないかということを言われておりまして、 MFI 認証ってね、なんだっていうねことなんですけども、 Made for なんか iPhone みたいなやつだね。はい、なんかこういった見たことありません？これ Made for iPhone、iPad みたいな。もう iPod 今もうないけどねほぼこれ何かっていうと、いわゆるApple が求めるそのクオリティ質を満たしてますよっていうを示す証明書をですね、ケーブルとか充電器は大丈夫ですよっていうのを与えるもの、これ自体は別にいいんですが、これついてるとちょっと高いなって思った時ないですか？このケーブルとか充電器なんか高くねみたいなちょっとなんか値段張るなって思ったことありますよね。これにはもちろん裏側っていうのがありまして、いわゆるロイヤリティビジネスっていうねものです。金ですね結局これで公開されてるわけではないんですけども、だいたい1つのケーブルにつき、普通のメーカーかな、1つにつきだいたい$4ぐらい払ってるんじゃないかと言われております。でこれはもう払わないといけません。これをつけるんだったら払えというもので、なんでその街中で見るこのケーブルとかこの MFI 認証、なんか Apple のマークがついてるやつはちょっと高いんですよ。 Amazon とかでも高いですね全部ね。これはもちろんね、その品質が保証されてるっていい面ももちろんあるんで、ここら辺がうまいんですよね、そのビジネス的にはね。 Apple はこういったものをiPhone ね、次の USB-C 搭載するその USB-C 端子にも設けるんじゃないかと思いますと言われてます。ライトニングビジネスがねこんだけうまくいったんで、これはなんか賛否両論ありそうですが、もちろんこの MFI 認証じゃあ逆に受けてないものに対してどういったことが起こるのかっていうのはね分かりませんけども、大丈夫と思うけどね、今ないしそんな制度。一部報じられてるものだと、例えばじゃあ高速のデータ通信をちょっと制御したりとか、例えばじゃあ急速充電ですよね。今マグセーフっていうものもありますけども、認証されてないものは 7.5W とか、充電スピードが例えばちょっと制限するとかもあるんじゃないかと言われております。これは闇ですけども、そんな無理やりやったりはしないと思いますけど、仮にこの情報が正しかったらやっぱり本当にマネタイズするというか稼ぐ、そういう企業ですから Apple ははい、もちろんそのユーザーをしっかり保護するっていうね大義名分を見せながらこうやるっていうのがやっぱうまいですよね。これはさすが Apple っていう感じです。面白いですね。ということで、じゃあ iPhone 15 Pro 待つべきかどうですかっていうね、これめちゃめちゃ聞かれるんですけども、いいんじゃないですか、待たなくてiPhone 13モデルからですね、結構バッテリー持ちとかカメラ良くなったんで、そのコストパフォーマンスで意味っていうとあんま良くないんで、正直ね14 Pro も非常に質感とかめちゃめちゃいいですよ。いいんだけど高いかなっていう、15万ぐらいねあるんで高いっすよね。で価格についてなんですけども、大体iPhone 15もどうですかね、大体$50か$100ぐらい上がるんじゃないかって言われてるんで、普通の多分15のモデルは据え置きかなって思うんですけども、高いんで結構もう12万ぐらいするじゃないですか。プロモデルは一番安いものは多分15万円ぐらい、14 Pro は 128GB なんですけど、上がると多分16万ぐらいからになっちゃうと思うんで、チタニウムとか使われるとちょっと上がるんじゃないかなって思ってます。ただその革製の面で言うと14が発売された時よりはちょっと下がってるんで今30円ぐらいですかね。おそらく発売された時結構上がってたんで140円台ぐらいだったんじゃないかな確か。なんでそこの期待はあるんですけども、どうですかね、上がる確率が高いんじゃないかなと思います。大体16万から10万円ぐらいにはなると思うんで、そうなるとねチタンとか使われるとコストは上がると思うんで、そうなるとそこにお金使ってもいいよっていう方は待ってもいいかなと思うんですけども、新しいねこういった iPhone の発売の前とかって結構前のモデルが安くなるんで、そういうの狙ってもいいかなと思います。13 Pro とか、14あたりもですね、ちょうどこの公開する動画の時にも楽天のですねセールが始まるんで、14 Pro とかが結構ここら辺が安くなるみたいなんで、一応概要欄とかコミュニティ欄でねこのセール情報今出してるんで、そこら辺で出していこうと思っておりますんで、気になる方はちょっとチャンネル登録と通知ベルを押してもらえれば多分届くはず
なんで、なんかおすすめに出てくるらしいんですよね。僕はわかんないんですけど、投稿するとピュッて出てくるらしいです。なのでぜひコミュニティ欄もチェックしてもらえばなと思います。iPhone 14とかのレビューとか、アクセサリー類もレビューしてるんで、見てもらえばなと思いますね。あとお得情報とかも発信しますんで、Amazon セールの時とかということで、皆さんどうでしたか？ iPhone 15、15 Pro。一応もう一本ね、動画今用意してるんで、あとレビュー動画もね、お待ちください。ぜひどうもとかコメントいただければなと思います。なんかいろんな賛否両論がね、いろいろあるんで、いいとこ悪いとこありますんで、ビジネスっていうのもあるけど。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。今回も。じゃあ、またねー。良い一日を。今日も。めっちゃ高くなりそうだね。うん、絶対高くなるよ。プロモデルは。買うけどさ、俺は仕事だから。うん。